はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。やっとね、8月末で水星逆行も終わりました。8月の末からね、金星も移動しますので、何か豊かさが入ってきやすいとか、優しさを感じやすいという時期になってきますが、どうなっていくかちょっと見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードの6、ソードの7、ペンタクルスのキングとペンタクルスの2の逆、ソードページ逆、カップ5の逆、そしてフールですね。気をつけることや対策は、ソードの2の逆とワンドの2とオラクルはソードの5逆です。ソードが多かったですね。ちょうど今ね、お誕生日を迎えている方はおめでとうございます。この誕生日っていうのはすごくいい切り替えですよね。で、9月の3日が新月になります。で、この新月は乙女座で起こる新月なので、乙女座の皆さんは本当に自分自身がこの新月から変わるよっていうふうに決めていただいたら、とってもスムーズに変わっていくことができます。で、どんなふうに変わりたいかっていう、本当に自分にとってベストな状況を知るためにモヤモヤがあったり悩みがあったりするわけですね。苦しみとか悩みがないと本当の幸せとかありがたさとかって分かりにくいので、あえて前振りというか余興というか、そんな感じでもしかしたら悩まされることがあったのかもしれませんが、ちょっとそこから離れて、問題の中にどっぷり入るというよりも離れてみた時に、本当にこれから自分はどうしたいんだろうかっていうことを考えていただくとスムーズに進んでいきます。で、そうですね、先ほども言ったみたいに8月の30日から金星というね、お金とか愛情とか豊かさ、美しさもそうなんですけど、社交性というものがまた天秤座に入ることによってそれらを感じやすくなるんですね。特に乙女座の皆さんは本当に現金というか収入を安定させたいっていうふうに思ったり、美味しいものを美味しいって食べたいみたいな自分のこだわり五感が鋭くなったり、なんか豊かなものを豊かだなって感じやすい感性になってきますので、自分を喜ばせるっていう上では実はこの感覚すごく大事なんですけれども、どうしても理性とか情報とかで分析して、これはいい、これは良くないみたいにしやすいので、今は感覚に委ねてねっていうことをちょっと忘れないようにしてみてください。そしたらすごくスムーズにいくと思います。この9月のね。そして9月18日が実は月食なんですけど、この月食っていうのも結構ね、乙女座の皆さんにとっては強い刺激としてきそうなので、何かが広がっていってるみたいな感じなので、非常にいい、前振りというか、お誕生日からもうパキッと変わってもいいし、もしくは9月3日の新月から流れ変えてもいいんですけども、ちょっと違う段階に行くなっていう感じがします、乙女座の皆さんね。で、カードで見た時に、今のところ順調ですと、いろいろ計画通り行ってませんかみたいな感じがあります。少しだけ9月2日以降ですね、天王星とか冥王星という遠い星が逆行し始めるので、なんだか少しちょっと後戻りしてるような感じがしたりとか、何かの準備をしっかりしなくちゃいけないっていう感じがするかもしれませんが、でもその準備をした後どうなるかっていうこともしっかり分かってるので、これは必要な流れなんだっていうことをご自身で理解している気がします。なので全然焦らずに自分の世界を安心して進んでいくことができる。これはこの先どうなるんだろうみたいな、そんな不安ではなくって、もっと大きな流れとしてちゃんと自分の望む方向に流れているっていう感覚があるかもしれません。ただ人ってそれでももっと確かなものをとか、それはそれなんだけどもっと今の喜びをとか、そういうふうに何かを求めたくなりますよね。そういう意味でちょっとした刺激や単発の喜びや臨時収入っていうものが入ってきやすいのか、それを求めるのか、そういう動きもあります。そうね、ただなんか一時的な喜びとかね、そういう臨時収入も入ってくる可能性あるんですけれども、そういうものよりも本物がいいんだみたいな感じで、もっと大きなものを求めていくような精神的、進化があるなって感じがします。
うん、そしてねカードではやっぱね2というカードが3枚も出てるんですね。この2というカードはどっちを選ぶとかどっちに進むっていうものを自分の意思や状況で変えれるよっていうのがあるので、どうしようこうしようかなああしようかなみたいな、そういった迷いっていうものがあり、でその迷いを決定づけるための情報っていうのもまたたくさんこう得て、どれが正しいかなどれが間違いかなどれが一番可能性が高いかなみたいな感じですごく分析するエネルギーがあるんですね。なので、ちょうどその9月の3日がそうやって何かをきっちりこなしていくみたいな役割を果たしていくっていうようなすごくいい実務的なね新月ではあるので、そこを活用してうまく乙女座の皆さんそれを活用してきちんと調べ上げて安心して次に進んでいくっていうこともできます。ただもう一つ、その分析するエネルギーと同等に感じるというエネルギーも今あるので、その2つを統合するっていうふうに思ってみてください。両方使う。だからこう情報だけで決めずに自分の直感も信じてみるとか、なんかソフトとハードを両方合わせて判断するっていう風にしてみてください。それができそうな感じがしますよ。そして最終的には情報じゃなくて勘とか、自分の感覚で選んでいくっていう風に出ています。なんとなくこうだよねっていう方向に決めていく感じです。これでもそれが正しいんですよね、結局のところね。なのでなんとなく分析とか情報とかのデータだけでいくとそんなにうまくいってるように思えないことも、自分の感覚で見たら、今はもちろんこの状態なんだけど、だってこのままいったらああなるしなみたいな、そういう予測が立って安心して進んでいけるっていう感じです。なのでリスクをすごく見ていったりとか、その問題解決の方ばっかりにエネルギーを注ぐのではなくて、なんか自由な方向に進んでほしいなっていう感じが今回します。最終的にフールなので、これは本当に解放されるよとか、今悩んでることって実は関係ないよみたいな、そういうメッセージでもあるのでね、自由になるんだなって感じがあるんですけど、どうしても情報やデータとして安心材料が欲しいっていう感じがするので、さっき言ったそれもいいんですけど、感覚っていう方もものすごく豊かだから、両方で判断したらもっともっと豊かだよって感じかな。なんか伝わりますかねこれちょっと漠然としすぎてます。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事、ストレングスです。ペンタクス6、すごくいいじゃないですか。お仕事はこねこねと策を練るというよりは、本当の自分の持ってる一番強みで勝負みたいな感じがありますね。そしてそれをいいかこれはボランティアでもとか、いいかこれは私がやってあげてもぐらいの感覚でいくとまたうまくいく。そしてなんか下手にこれを仕事としてやったりとか、じゃあ最初に契約決めましょうみたいにすると、なんかその契約ごとやなんか状況情報によって自分が苦しくなるみたいな感じもあるので、あくまでもいいですよこれはやってあげますよぐらいの感覚でやる方が仕事ってうまくいくんだなって感じがします。要するに今ね、情報ソフトとハードのバランスがいい時なので、お仕事もどっちかというとソフト面を重視してやってねって感じですかね。ハード面を重視してやっていこうと思うとすごく自分にかける負担が強くなったり、肩に力を入れなければならないみたいな感じがするので、仕事は自分の愛の力でやりますみたいな、一番の強みで勝負しますというのが一番いいみたいです。そして人間関係も見てみますね。ペンタクス2、ワンドの9、ワンドの5ということでいいですね。人間関係もつかず離れずっていう感じでうまく人間関係回してますし、一生懸命仕事したと思ったらちゃんと遊ぶみたいな、そういううまいなんかルーティンもありますし、人に対してもなんか自分からガンガンに押していくというよりは、自分はできることをしっかりやって、あとは流れに任せるみたいな形でいいですね。他者に対してのおせっかいがないって感じかな。これはなんか気になってやってあげるとか、もっとこうした方がいいよとかって説教したくなるわけじゃなく、その人はその人なのかなっていう感じとか、
まあきっとちょっと今せかせかしてるけど、きっとその人今余裕がないのかなみたいな感じでちょっとこう俯瞰してみれたりとか、自分がそれに対して何か文句を言っていくっていうことはせず、自分もやることやってあとは待とうみたいな感じがあります。ですからいいですね。そんなになんかこう協力して何かをやっていくというよりは、今はまあ軽いお付き合いというかね、まあたまに会って楽しく話しましょうみたいな感じがいいんだと思います。がっつり協力し合ってっていうよりも、なんかそれぞれがそれぞれの状態を自分でちゃんとコントロールして、タイミングが合う時にじゃあ会いましょうねみたいな感じがいいみたいですね。そんな感じかな。そして最後ちょっとオラクルを目指してください。まあ、こちらのオラクルがね、ソードの5ということなので、なんか引け目を感じずにきちんと自分の意見を言ってねとか、自分の要求をきちんと伝えてねっていうメッセージもありますし、なんとなく自分が、気にしていることや解決したい問題や、ここでもやっぱりソードのページということですごくこうちょっと解決したい問題とかクリアにしたいことがあるんだなって感じがするんですね。だからこそ 2のカードがたくさん出てるんですけども、でもそれを他者に委ねるとかではなく、自分の中で、俯瞰して自分を見たりとか、そのさっき言った情報や現状だけじゃなくて自分の感覚を信じてみるっていうことで、ふっとその問題から外れることができるみたいな、ふっと問題から外れて、あ、これでいいんだわ、これが正しいからそう言おうみたいな風にできるって感じがします。はい。出たカードはこちらなんですけども、このカードを見て何か感じることがあれば、ぜひ皆さんも直感で、今直感されてる時ですからね、感じてみてください。テイクやリスクということで、ちょっとご自身では怖いんですよね。言うのが怖かったりとか、なんか進めていくの怖いって思いあるかもしれませんが、大丈夫ですよって。今はそのリスクがあったとしても、自分がそれを望むのであれば、それをやった後に得られるものがちゃんと分かっているのであれば、そのリスクは犯す価値があるって感じかな。だからちょっとこう何が何でも道がちゃんとできてくるっていうのではなく、どっちの情報もあると、良くも悪い悪くもある、一長一短なんだけど、最終的には自分の直感で決めてちゃんと自由になれるんだよって、道はそこからできていくんだよっていうメッセージだと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。